やれやれ、スズメはどこにおってもわかるの。後ろはヤタガラス隊が守ってくれておりますればしばらくは大丈夫でしょう。しかし今はヒヨが兵の把握に努めてくれております。その報告を待つしかありませんが。主様が一人で背負い込むことはない。皆それぞれが少しずつ力足らずで少しずつ責任を負っているのだからな。英傑でもない、神でもなければ仏でもない。そんな健介殿が悲壮に暮れて全てを背負い込む必要はないのですよ。健介はよくやったと思うの。だって健介がいなければきっとマリたちも奇襲を受けて討ち死にしてたと思うの。いい加減にしてください。死ねば終わり。死んだ者は帰ってこないのです。現実をしっかりと見て、私たちは自分にできることをしていくしかないのです。悲しむのもよい、嘆くのもよい。ですが、うつむき、腹の底から感情を爆発させても、現実は何も変わらないのです。今、目の前にある現実を受け止めて、自分の望む明日に向けて、できる限りの手を打って、そうして、望む明日を手に入れる。それはあなたがいつも言っていること。そして、あなたがやってきたことではありませんか。前を向いて、できることを全力でする。それがあなたの力なのです。だから。それでこそ私の愛したお方です。はい、ご主人様。いえ、寝ている暇などございません。自分もご主人様と共に生きていきたい。だからこそ
全力を尽くさせてください。よもであるぞ、主様。それがしもですかな。マリモなの。私だって同じです。生きて生きて生き抜いて、きっと同じことを考えてどこかで戦ってるコロちゃんたちと再会するまでお頭と共に生きていきます。ご主人様、本陣好きの手の者からたった今知らせが入りました。クオン様、無事に敦賀方面に落ち延び、沓谷に向けて移動しているとのこと。松永壇上消失が先導し、付き添いは結菜殿、また浅井のご夫婦柴田、丹羽、幌衆もクオン様に付き添い撤退したとのことです。ただ毛利一家、松平衆、そして健介隊の一部を含む姫路衆の行方は依然わからないと。ご主人様、殿が。はいはい。お話終わった。もう後ろ持たないよ。さっさと交代するぞってお姉ちゃんも言ってるんだから、早く交代しようよ。わかった。では余と優がしんがりを務めよう。よいな、主様。作戦決まった。だったら早く動いて。はい。山の中には人を惑わす魑魅魍魎が多いと聞きますからな。どうです健介殿、あなたの魅力で魑魅魍魎をたぶらかしていただけませんかな。さすが天下の人たらし。健介様ならば神仏さえも口説き落としそうですね。世は神である。神であるぞ。だから主様が世を口説いたら夢が叶うぞ。ほれほれ。なんとも物騒で子供っぽい神様でありまするな。なんだ、良いではないか。子供っぽい神がいたとしても。なあ主様、可愛いかろ。カズハちゃん自分で言ってるの。すごいな。どうしてカズハ様はいつもそんなに自信満々なんです？世は将軍であるからな。いや、
ここどこですかね。さすがに分かりかねますな。しかし月の位置からして金ヶ崎よりも東北方向に進んでいるのはまず間違いないかと。ならば作戦通りといったところですね。スズメ、後ろの様子はどうだ？夜になったらうがーって襲いかかってくるかなと思ったんですけど、お兄さんなんか足が遅くなったみたいな。どういうことです？じりじりと追ってきてはいるけど動きが鈍い。この分なら少し距離が稼げそうだそうです。どういう理由かは分かりませんが、これで少しは息がつけますな。さすがに疲れたな。お水あとちょっとでなくなっちゃいそうなの。水は一大事ですな。食料はひとまず各自所持しているもので2日3日は持つでしょうが。せっかくちゃんと用意してたのに、混乱の中で全部捨ててきちゃって、もったいない。大丈夫大丈夫。玉薬だけはしっかりと持ってきてるから。ちゃっかりしとるの。後で横流ししようと思って。しかし玉薬があるのならばまだまだ戦えます。よかったと言うべきでしょうね。食料の問題もそうですが。ふむ、決定的に兵が足りん。ないものねだりをしても仕方ありません。やれることをやりましょう。コナミさん、怪我の具合は？もう大丈夫です。いけます。では無理を承知でお願いします。周囲の状況を探ってきてくださいえ、やります。やらせてください。自分がもっとしっかり偵察できていれば地中からの鬼の襲撃を防げたはずなんです。怒涛の術など忍びには初歩の初歩であるのに、自分は相手が鬼だという固定観念にとらわれ、その襲撃を察知することができなかった。全ては自分の責任です。このままでは自分で自分を許せない。だからはい。気をつけて。絶対に戻ってきてください。健介様のためにも。そうやって自分のことを心配してくれる、そんな方々がいてくれるからこそ自分は必ず戻ってきます。あなた方とまた笑い合いたいから。さて、主様よ。今は鬼の襲撃は小休止となっておるが、今日中に次が来ると思うかの？確かに最初の目的はそうであったが、それがしらとて捨て駒になるつもりはない。となれば生き残る三段は冷静に立てないとなりませんからな。
構わんが、主様はどうするのじゃ。ご主人様、何を。痛みはありますが、ヒヨ殿の応急手当てのおかげで普通に動く分には支障ありません。ありがとうございます。それで報告ですが、まずは現在地の報告ですが、どうやらここは越前北方国見岳の麓になるようです。国見岳というと九頭竜川の方角ですね。とすると、我らは東に逃げているつもりが北に逃げていたということですか。だけど北の方に逃げているなら、クオン様たちが逃げている方角とは真逆ですから、作戦は成功ってことですよね。我らを追撃していた鬼の集団は後方一里に陣のようなものを作って集結中でした。どうやら後続を待っているようです。まだ増えるか。難儀じゃな。鬼の陣中の様子はどんな感じでしたか？それがどうやら我らを追っていた集団以外にもいくつかの集団があるようで、いくつかの集団が陣に合流しておりました。事態はなかなか容易ではありませんね。確かに。では36系加賀に向かえば、まあなんとかなるであろうよ。簡単に言いますな。なんとかなると思う根拠は。かの地は坊主どもが力を持ちながらも土豪どもと協力関係を結んでいる寄り合い所帯と聞く。仏法の敵の鬼が来たとなれば勇んで協力するだろうて。本気で言ってます？そうだったら良いなと本気で思って言っているぞ。まあそんなところだろうと思いましたが。協力してくれるかどうかは分かりませんが、国境を越えた我らよりも自衛のために鬼たちの相手をする可能性が高いでしょう。なら初めの予定通り加賀に向かうってことでいいんだよね。ええ。加賀衆と鬼が戦っている間に我らは加賀を通り抜け、越中より南下して美濃に向かいます。越中の南は飛騨だが、山深い飛騨を抜けるのはきついだろう。行軍のしやすさを考えるなら信濃にまで回り込めばよいが、かの地は今武田の支配下にあるが、加賀の連中と違い甲斐の虎が見逃してくれるかどうかじゃな。そこは和葉様のお力添えを期待しておりますよ。まあできんことはないだろうがな。武田は鎌倉以来の名家とはいえ、甲斐入国の際初代高氏公の援助が薄かったことに腹を立てたという話もあります。家として意種もあるかもしれませんがね。現に三好とことを構えている時に上洛を促しはしてみたものの、のらりくらりと避けておりましたし。あれは世が
先に越後の竜と謁見しておったからな。そのあたりで動く気をなくしたのだろう。あの二人は犬猿の仲じゃからな。先に越後の竜さんと会ってて、それが気に食わないから上洛しなかったっていうのなら余計ダメな気がするんですけど。どこからです？わかりました。ここよりもさらに北の方から聞こえてくるようです。鬼が複数動いているってそういうことだったんだ。これって違う方向からの音ですよね。今度は違う方向から聞こえてきてますよ。ふむ、違う方向というか、この音は四方から聞こえてきておりますな。南と西から同時に聞こえてきているようです。ということは私たちと同じように追い立てられて北に逃げてきた部隊が他にいくつもいるってこと？国境までの距離を考えれば加賀衆が押し出してきたとは考えにくい。となれば火代の言う可能性が一番高いでしょうね。どうする主様。しかしそのようなことをすれば鬼まで呼び寄せることになりますよ。そうですよお頭。みんなで力を合わせればきっと何だってできちゃいます。生きるために生き延びるためにみんなの力を合わせて鬼をやっつけましょう。おやおや、健介殿の熱がひよ殿にも移ってしまったようですな。だって勝たないと生き延びないとコロちゃんのことが探せないから。梅ちゃんだってしずくちゃんだって生き延びて探してやっと会えたねって言いたいんだもん。理にかなっています。ですが健介隊、足利衆、八田烏隊、いくら休憩したからといって全力で戦えるほどには回復しておりません。きつい戦いになりますよ。世は主様の妻だ。妻は夫に従うのみ。それがしは公方様の盾。主が戦うのならばその横で共に戦うのみ。ご主人様と共にいることこそ我が喜びであり我が使命。やるしかないってお姉ちゃんが言ってます。スズメもそれしかないって思ってます。やります。生き延びるためなら何だってやります。お頭についていきます。御意。
たくさん寝たからマリ元気になったの。了解なの。じゃあここで頑張らないとだね。いけるの。マリはケンスケの護衛なの。だからケンスケのそばでたくさん頑張るの。健介隊、足利衆、ヤタガラス隊は隊列を組み、すぐに整列してください。これより健介隊は山側の崖を背負い、廃山の陣を敷きます。山を背負うか。賭けじゃな。逃げ道はなくなりますが、全軍崩壊の可能性がある背後からの奇襲を防げます。今はそちらの利が大きい。なるほど。で配置はどうします？まずは荷車を倒して柵代わりとして簡単な陣地を築きます。その中で長江が前、鉄砲がその後ろ、襲撃してくる鬼を荷車を盾にしながら押し返し、仲間たちの合流を待ちます。なるほど。荷車を倒して柵とするか。良い柵であるな。柵だけに。皆の者、大中黒新田一つ引きの旗を掲げよ。その横に足利の二つ引き領源氏の白龍旗を掲げるのだ。健介隊ここにあり。意気健康を天に示し、苦境の仲間を救おうではないか。かぶらやを放て。帰ってきた。お頭、3本も帰ってきました。仲間たちが答えてくれましたよ。はい、では各員持ち場についてください。鬼が先か、それとも仲間が先に駆けつけるか、どちらにせよここからは我らの踏ん張りにかかっています。みんな頑張ろう。仲間たちのために、私たち自身の未来のために。ともども油断するな。少しの変化も見逃さず、味方が来たならすぐに陣に迎え入れよ。鬼が来たならば固く陣を閉ざすのだ。定期的にかぶら屋を上げて我らがいる位置を正確に伝えます。準備をしておいてください。北西の方向より足音、何かが来ます。各員、もう一度動きの確認をしてください。仲間が来たならばすぐに陣に迎え入れますよ。どなたが来るかは分かりませんが、願わくば仲間が来てほしいものですな。来るであろうさ。えらく自信ありげな。根拠はあるのですか？主様がそう信じておる。それが根拠だ。なんとまあ、乙女のようなことをおっしゃるようになりましたな。なんだ、知らんかったのか？
世は生まれた時から乙女であるぞ。知っているからこそお仕えしてきたのでございますよ、我が主。ふむ、知っておる。でしょうな。足音さらに近づく。音の量からして人数はおよそ100程度と推測されます。100か。まだわからんな。準備を。あれは蒲生の鶴紋、そして卍と藤巴の旗。よかったよ、コロちゃん。ハニー、ケンスケ様、ケンスケ様、みんなよくぞ無事で。ただいま合流いたしますわ、ハニー。お頭、ヒーヨー、ただいま。皆さんよくぞご無事で。コロちゃん、よかったよ。本当に無事でよかったよ。ほら、泣いちゃダメだよ。じゃないと私の方まで泣きそうになっちゃうんだから。しずく、よくぞ無事で。なんとか乗り切ってみせましたよ。竹中半兵衛の友として無様な戦はできませんから。しかし私は。いいえ、あの時のあの状況ではシノの判断は至極正しいと思います。だから気にしないでください。ありがとう。でももう一度会えてよかったです。なんとか無事一仕事終えましたわね。この蒲生増秀、たかが鬼ごときの奇襲に屈する武士ではありませんわ。ですがまあ、さすがに頭脳労働専門の雫さんと腕っぷしはそこそこ程度のコロさん2人を守りながら鬼と戦うのは多少骨が折れましたわ。大切な仲間であり同じ人を愛する者同士ですもの。ですけど一つだけハニーに甘えてもよろしいです？では頭を撫でてくださいまし。私頑張ったでしょ。ですからハニーにいい子いい子してほしいのですわ。そんなこと、私にとってはこんな風におねだりするのもとても勇気が必要で、けれども心の底から渇望するほどのご褒美なのですわ。
熱湯に濡れて体は冷えてしまいましたが、今の私、心の中は熱く燃えておりますわ。大丈夫ですわ。この私の玉のようなお肌はすべてハニーのものですもの。鬼ごときに触れさせてなんてしていませんわよ。当然です。ですけど、やはり正直不安でしたわ。そこは別に不安でも何でもありませんでしたが、ハニーが怪我をしてないかどうかとっても心配しておりましたのよ。きっとヒヨさんとシノさんの2人にいろいろ叱られているのだろうなとか、クボウ様に振り回されているのだろうなとか。人の死を間近に見て、きっとお優しいハニーのお心は泣いておられるだろうということも。でも、もう大丈夫ですわよね。このガモン梅がおそばにいますからね。ハニーのことなら何でもお見通しですわ。ハニーの匂いがしますわ。それがいいんじゃありませんの。皆の運命をその背中に背負い、必死に頑張った証拠ですもの。体中がハニーに染まってしまうようですわ。我慢なさってくださいまし。これは視線をくぐり抜けた私への最上級の褒美なのですから。さあ、ハニー成分を存分に補給できましたわ。これで鬼どもを投げ尽くすことができますわ。お頭、健介様健介様、お会いしたかったですよ。ご無事で何よりです。怖かったです。すっごく怖かったです。もう二度とみんなに会えないんじゃないかって。囲まれた時はどうしようかと思いましたが、なんとかなりました。再びお会いできてすごく嬉しくて、レウスに感謝しなければなりませんね。皆無事で大義であったな。では主様よ、そろそろ備えようではないか。あら、健介隊が無事合流できたのに、このまま後方に向かって戦略的前進をするんではないんですの？戦略的前進って素直に撤退って言えばいいのに。撤退などという言葉はこの蒲生正秀の開始には一切書かれておりませんわ。まあ、後方への戦略的前進というより、戦略的その場にとどまって敵を待って撃退する行動というべきか。鬼たちも呼び寄せる結果となりますね。もちろんです。では
状況を理解していただいたところで、皆さんそれぞれ配置についてください。ご主人様、鬼がこちらにやってきます。迎撃の準備を。